今日なんですけれども、手の感覚、指先の感覚になるべく頼らずに打鍵をするために、軍手をつけて打鍵をして遊んでみようかなと思ってます。本当はレザーグローブを使う予定だったんですけれども、ちょっとレザーグローブを紛失してしまったようで、使おうと思ったらなかったので軍手にしてみました。手っていうのが手裏剣とそれから体との唯一の接点です。そこの感覚をあえてこういった軍手1枚挟むことで、その感覚を鈍くします。この状態で打鍵をしてみようと思います。ちなみにこれ余談ですが、レザーグローブの、老舗とかいいものとかになると非常に薄くて手になるべく馴染むように作られてます。例えばイタリアのメローラとかあの辺りのグローブだと、グローブをつけたままコインがつかめる、そういったことを売りにしているところもあります。そういったものを使うとね、もっと面白い結果が出ると思うんですが、今日はあえて軍手、滑りは良くなりますね。そしてこの手の指先の感覚を使いにくくなる、これがどういう影響を与えるか試してみたいと思います。使う手裏剣は18センチ、ここ最近私が使っている形の18センチ6ミリの、白井流型、これでちょっと打ってみようと思います。意外と打てます。意外と打てるんですけれども、手の感覚が使えないので、少しやっぱり狙いよりも上下左右に散らばる印象はあります。あとは押さえが効かないので少し回転しやすいようです。切っ先が落ちやすい。かといって今のように少し押さえてしまうと、極端に押さえたまま切っ先が落ちずにこのまま的に当たってしまって刺さらない、そういったパターンが多いようです。やはり手の感覚っていうのは打鍵に大きな影響を与えているようです。なるべくね、手の感覚はなくして手から手裏剣がすり抜けていくように打ちたいと思ってはいるんですけれども、ほんのわずかなコントロールであったりとか、そういったものはやはりなんだかんだで手の感覚に頼っているんだなということはよく分かりました。ちょっと手裏剣を変えてみたいと思います。ちなみに今ちょっと雨がだいぶ強く降っているので声張ってますけれども、聞こえにくかったらすみません。ちなみに雨が降ってる時、私の髪がね、もうどうにも収まり悪いなと思ったら、雨降ってるなと思っていただけると助かります。次は15センチ6ミリの四角の手裏剣、角棒の手裏剣ですね。こちらを使ってみたいと思います。それは打ちにくいんじゃないかなと私は思ってます。なぜならこの手裏剣を倒すために結構手の操作を使うから、手首を固定した状態の実験だったり、そういったものをしても比較的細かい手の操作を使って打つ手裏剣だなと感じているものです。
軍手をした状態だとどうなるか。もっと刺さらないと思ったんですけれども、意外とちゃんと刺さりますね。なんでだろう。あ、そっか。手のコントロールが効かないので、回転するときはかなり早く回転してしまって、回転しないときはこのまま的まで飛んでしまうんですけれども、逆を言えば回転しやすいわけで、自然に打つとちゃんと回転してくれるんですね。回転しなくて悩んでる手裏剣だったので。それでもやっぱりあれですね、抑えようとすると極端に今度は抑えすぎてしまってこのような結果が出るので、やはりこの本当に微細な力加減、それが難しくなりますね。なるべく力を抜いてしまうと一番いいのかもしれないんですけれども、ほんのわずか指に引っかかったり、親指に引っかかってますね。やっぱりちゃんと持とうとしてる結果でしょうね。結構いつも以上に親指に引っかかります。親指、手から抜けるときにここに引っかかってます。丸棒のものだとやっぱり回転しやすかったり、逆に回転しにくかったり、その回転の癖っていうのが結構大きく出てしまうようです。そうするとこれいってみましょうか。これちょっと私が作った手裏剣なんですが、一見ただの普通の棒手裏剣に見えるんですけど、重心を極端に変えてあります。お尻の方、ちょっといろいろ削ったりしておりまして、露骨に先重心になってます。ちゃんとね、先の方に重心があるんですね。で、この手裏剣は3点ぐらいの距離だとどう打っても首落ちします。どんなに抑えたところで必ず首落ちしてくれるので、これはこれで便利なんですけど、ちょっとこの手裏剣使ってみます。ちょっと思ったより下に行っちゃいますね。やっぱりそうですね。狙いよりも、まず狙いがこの辺りだったんですが、狙いより下に落ちてます。そしてやはりかなり上から入ってますね。回転が強くかかってしまってるので、こういった角度で刺さってしまうんだと思います。ちょっと手裏剣を変えてみます。15センチと16センチの丸棒の手裏剣、それからこれが21センチの丸棒の手裏剣ですね。もうこれ自分で削って作ったものです。糸は巻いてますが、それ以外の大きな工夫はしてません。この15センチ16センチは倒れにくいです。この立ったまま的に当たってしまうことが多い手裏剣、これでちょっと打ってみます。
ちょっと実験で26センチ、太さ9ミリの手裏剣です。ここまで来ると手裏剣って言えるかどうか、かなり大型の部類の手裏剣です。大きい方がやっぱりね、持った時の安心感はあるんですよね。ちょっと押し投げのような打ち方してみます。今日は軍手をして手裏剣を打剣して遊んでみました。やってみて感じたことですけれども、この手裏剣とそれから体との唯一の接点であるこの手というのは非常に大きな情報を打剣の途中でももらってるんだなということがよく分かりました。最後に私は押し投げを試しました。あれは押し投げという投げ方、打ち方がこういった動きをほとんど使わないので、このまま飛んでいくだけですので、こういった手の感覚が鈍くなった状態で有効かどうか、それを確認しました。結果的に有効であると感じました。これからの季節で手がかじかんでしまってうまく閉じられないぐらいに手がかじかんだ状態で1本だけ集中して打てと言われた時には、私は押し投げを採用するかもしれません。いつどこで役に立つとかそういうことではないんですけれども、非常にたったこの軍手1枚つけるだけの練習なんですが、非常に面白い練習になりました。もし真似する方に一つ注意があるんですけれども、軍手自体が滑りが良くなりますので、今日私は大丈夫でしたが、上それから下、いつも以上に保護してください。上にあらゆる方向に飛んでいってしまって、上を保護していなかったから奥の方まで飛んでいったとか、もしくは地面ですね、そっちの方に間違えて刺さってしまったり、そういうふうなこともあるかもしれませんので、いつも以上に気をつけてこういったこともやってみてください。手の感覚がちょっと鈍くなるだけでも全く打剣変わってきますので、割と面白い練習になりました。こんな形でもし何か気になるようなことがありましたら、気軽にコメント欄に書き込んでいただければ対応させていただきます。よろしくお願いします。それといつも高評価、グッドボタンを押していただいている方、本当にありがとうございます。今回の動画も面白ければ高評価、グッドボタンを押していただければと思います。よろしくお願いします。では今日の動画は以上です。最後まで見ていただいてありがとうございます。失礼いたします。